私は覚悟を決めます。二度と会えなくなるかもしれない。追伸、嫁を悪く言うのはやめてあげて。わかったか？お前が母さんを追い詰めたんだ。お前のせいだ。母さんを返せ。言われのない理由で問い詰められ、うんざりだ。言っておくけど、懲りずに何度も欺こうとしたそっちが悪いのよ。嘘つきには遠慮なく反撃させてもらうわ。お前のせいっていうブーメランを顔面に食らわせて、泣かせてやるから覚悟しろ。私の名前はカホ。43歳。夫と二人暮らしで子供はいない。二人暮らしといっても、夫の竹雄は一年の半分しか日本にいない。フォトグラファーとして世界中を飛び回っているからだ。長期間家に帰ってこないので少し寂しいが、彼を待つ時間は嫌いじゃない。家のインターホンが鳴った。カホさん、私よ。はーい、お母さん、今開けます。一緒に食べようと思って、お菓子買ってきたわ。カホさんの好きなおまんじゅう。ありがとうございます。去年、義父が亡くなり、家に遊びに来るようになった義母。週に2、3度、今から行ってもいい？と連絡が来る。家に一人でいてもつまらないんだそうだ。世間一般で、嫁と姑の仲がいいのは珍しいとか言われるが、私たちはお互いの家に遊びに行くし、買い物や旅行も二人で出かける。嫁の義務だなんて思っていない。義母とは気が合うので好きでしているのだ。義母は優しくて素敵な人だが、少し抜けているところがある。一人暮らしになってからそれが顕著で、物思いにふけったり、同じ話を何度もするようになった。まだ60代なのにボケるには早すぎる。夫が安心して仕事に出かけるためにも、私は義母を支えてあげたいのだ。本当だったら、義兄、つまり夫の兄とその嫁が長男として義母を気にかけるべきだと思う。そんな古臭いこと口には出さないけど。それに、義兄はちょっと癖の強い人なのだ。嫁も負けていない。二人セットになると、会話するだけで体力も精神力も吸い取られていく。いい年なのに自己中心的というか、自由奔放というか、危うい二人なのだ。私とはとにかく気が合わない。なので義母もあの二人ではなく私を頼る。お茶を入れていると、またしてもインターホンが鳴る。誰だろう？俺だよ！母さんいるだろ？お母さん、チース！義兄と嫁の声がして、げっと顔をしかめると、義母も同じ顔をしていた。連絡もなしに来訪とは、今時非常識な人だ。お母さん、どうします？義母はため息をつきながら、私に用事があるみたいだし、仕方ないわね。ですね。玄関を開けると、かほちゃん、チース！チース！そう言ってずかずかと家の奥へ入り込む二人。チースに対する返事を私は知らない。母さん、なんで実家にいないんだよ。あんたたちに会いたくないからよ。おいおい、息子に向かってひどいじゃん。わざわざカホさんの家まで押しかけてきて。急いでるんだよ。わかるだろ？義母はうんざりといった態度だ。何度も言ってるけど、あんたたち夫婦に貸すお金なんかないわよ。頼むよ、母さん。この通りだよ。この通りだよ、と言いながら彼は私の饅頭を食べる。それは頭を下げながら言う言葉じゃなかったか？そもそも人のものであろう饅頭。しかも私の大好物を無断で食べる神経がわからない。そしてそれを見た嫁が、かほちゃん、私の分は？ありません。はぁ？マジ？
食べたかったのに。どうしてあると思うのか。イサオ、いい加減にしなさい。義母がピシャリと言った。人の顔を見るたびに金を稼いだなんて、私を何だと思ってる。なんだって、俺の母さんだろ？このアホ息子、そういう話じゃない。二人は不満そうな顔で言った。だって父さんが亡くなってお金はいっぱいあるだろ？はぁ？ないよ。嘘よ。だって弟の竹雄くんにはたくさん出してるんでしょ？そうだそうだ。何の話？そうじゃなきゃしょっちゅう海外に行けるわけないだろ？竹雄ばっかりずるいじゃん。旅行ではなく仕事だが、ずるいだなんてそんな言い方はないだろう。依頼が来れば長期間だろうと危険な場所だろうと行かなきゃいけないんです。楽しいばかりじゃないんですよ。私が怒った口調で言ったが、ちなみに今はどこに行ってんの？全く気にしていないようだ。今は1ヶ月くらいかけてオーロラの写真を撮りに行っています。いいなぁ、最高じゃん。マイナス30度の極寒ですし、観光地ではなく郊外ですし、楽しいばかりじゃないですよ。海外行って写真撮ればいいだけなんてずるいよなぁ。開いた口が塞がらない。さっきから何なの？夫は一生懸命仕事しているだけなのに。外食や遊びでお金を使いすぎて、義母に小遣いをせびるような奴らに、そんなこと言う権利ない。とにかくお金は貸さないよ。そもそも持ち合わせてないしね。ケチだな。ケチで結構。貸してくれるまで何度でも頼みに行くぞ。みっともないからやめなさい。堅くなな態度の義母を見て、二人は諦めたようだ。お金の話をしないなら来ていいよ。月曜日は町内会の旅行でいないけど。行かないよ。可愛くない息子だね。たく、竹雄とかほちゃんばっかり、ずるいよな。などと捨て台詞を吐いて帰ったが、ずるいずるいと何度も勝手なことを。お前のズボンの方がズルズルだから何とかしろってんだ。本当に気が合わない。ごめんなさいね、かほさん。あの子たちはちょっと考えが甘すぎるわね。そうですね。とはいえ、義母からしたら息子だし、あまり強く言えないのかもしれない。私はできれば関わりたくないくらい苦手なのだが、食い散らかされた饅頭を悲しく見ていると、義母がまた、ごめんねと謝るので首を振った。あの二人、なんとかならないものか。3日後、いつものように義母が遊びに来ている。明日は町内会の旅行の日だ。もともと夫婦で出かけることが好きだった義母だが、一人になってから遠出しなくなった。体が元気なうちに行った方がいいと思い背中を押した。まだまだ人生長いんだし、楽しむべきだ。かほさん、お土産何がいい？旅行といえば、まんじゅうですね。わかったわ。泊まる宿はどこですか？あら、行ってなかった？日帰り温泉なのよ。そうでしたか。その時、義母のスマホが鳴った。あら、誰かしら。画面には、イサオと名前が表示されている。偽計だ。私はとっさにスピーカー機能をオンにした。盗み聞きのようで気が引けるが、嫌な予感がするのだ。母さん？俺だよ、俺。どうしたの？俺、会社のお金を使い込んじゃったんだよ。頼むよ、必ず返すから貸してくれないか？私たちは固まった。これって、オレオレ詐欺ってやつ？母さん、聞いてる？俺のために金貸してくれ！不安になった義母が電話口で確認する。あなた、名前は？は？俺だよ、俺、イサオだよ。
名乗るということは本人で間違いないようだ。頼むよ、俺クビになっちまう。助けてくれよ、母さん。どうして会社のお金を無断で使ったりしたのよ。ごめん、俺が悪かったんだよ。私は知っている。彼はトラック運転手で、勤務時間のほとんどを一人で過ごし、タイムカードすらトラック内で管理していることを。つまり、会社の金なんぞ見ることもないのだ。どうしてそれを使えるというのか。金を貸してもらえないからといって、こんなやり方は良くない。そもそも、こんなテンプレ通りのオレオレ詐欺電話、誰が引っかかるというのか。と思ったが、困ったわ。どうしましょう。と、落ち着きのない義母。まさか信じているんだろうか。怪しいと分かっているはずの詐欺に引っかかるのは、身内を心配する気持ちにつけ込まれてしまうからなのか。なんと卑怯な手口。私はおろおろする義母に言った。お母さん、落ち着いてください。オレオレ詐欺を語った詐欺です。身内の悪ふざけですよ。おい、あと少しだったのに邪魔すんなよ。お兄さん、人を騙すなんて最低ですよ。貸してって言っても貸してくれないからこうするしかないんだろ。義母はほっとしたようだ。その後腹が立ったようで、イサオ、人をおちょくるのもいい加減にしなさい。母さんこそ、いい加減に金貸してくれよ。だいたい貸したお金を生活費にするならまだしも、パチンコに行くんでしょ？増やすんだよ、パチンコに行って。行くな。じゃあ行かなくてもいいくらい貸してくれよ。なんというへりくつ。私も聞いていて腹が立ってくる。返すつもりもないくせに。だってどうせ俺のものになる金だろ？イサオ、それは私がいなくなった後の話でしょ？いや、そういう。ほんと、お金のことばっかりで信用できない。だからあんたには実家の鍵を預けてないんだよ。怒りでわなわなと震えている。聞いていて私も辛くなる。誰が実家の鍵を持ってるんだ？カホさんよ。嫁のくせに？なんてこと言うんだ。あんたより頼りになるよ。はぁ？どうせあと少しでお望み通り私はいなくなるよ。吐き捨てるように言った義母。私ももう黙っていられない。お兄さん、あんまりです。言っていいことと悪いことがあります。他人が割り込んでくるなよ。お母さんがどんな気持ちか分かってます？知ったような口を聞くな。母さんと変われ。あとは私に任せてもらいます。失礼します。通話が終わり。困った息子だよ。義母は笑ってみせたが、ショックを隠しきれていない。直接話すと喧嘩になっちゃうね。何か力になりたいが、私が間に入るとこじれる気がする。お母さん、メールはどうですか？お互い冷静になれますよ。そうしてみようかな。義母はメールを作り始めた。次の日、義母は予定通り日帰り温泉に出かけた。昨日のことが気になっていた私は義母を一人にしたくなかった。疲れたら帰りに家に寄ってください。ご飯用意しておきます。そうメッセージを送ると返事の代わりにバスやサービスエリアで撮った写真をリアルタイムで送ってくれた。町内会の仲間と肩を寄せ合ってとても楽しそうだ。せっかくの温泉、リフレッシュできるといいのだが。その願いは通じたようだ。義母は楽しそうな顔で帰ってきた。行ってよかったわ。元気になったようでよかった。送ってくれた写真を見ながら土産話をする。川沿いを散歩してから温泉に入ったのよ。それは格別ですね。楽しかったけど疲れたわ。
日帰りでこれだもの。世界中を移動してる多今日はすごいわ。本当ですね。一緒に温泉まんじゅう食べましょう。私コーヒーがいいわ。わかりました。私がキッチンでお茶を用意しているとスマホに着信が。げと口に出してしまう相手は義兄しかいない。一体何の用だろう。もしもし。全部お前のせいだ。いきなり電話口でがなる義兄。耳が痛くなる。お前のせいで母さんが人殺し。後ろで嫁がまくし立てる。待ってください。一体何の話ですか？私がそう聞くと、母さんは天に召されたよ。お前が追い詰めたんだ。知らないだろ。教えてやる。昨日母さんからメールが来たんだよ。このままなら私も覚悟を決めます。二度と会えなくなるかもしれない。追伸、カホさんを悪く言うのはやめてあげて。わかったか？お前のせいで母さんは亡くなった。どういう解釈をしたのか全くわからない。確かに、年配の人が送りそうな要件のみの文章だが、昨日のやりとりの当事者なら理解できるはずだ。お母さんなら家にいますけど。そんなはずないだろ？ごまかしても無駄だ。母さんが旅行に行ってる今がチャンス。じゃなくて、今しかない。じゃなくて、今すぐ実家の鍵をよこせ。鍵？葬式の準備するからだよ。狙いが分かった。義母が旅行で不在の間に私を陥れ、実家の家探しをしようということか。旅行は日帰りだというのに。昨日も今日も我が家にいるとは思うまい。私は彼を心から軽蔑する。お金のために詐欺まがいのことをしたり、母親を亡き者として扱ったり。ネジが緩んでいるとかの話ではない。パーツが足りていないのだ。人として必要な最低限の何かが。私や義母がどんなに怒り、悲しむか、想像できないのだ。許せない。お兄さん、確認したいことがあるので来てもらえますか？わかった。今すぐ行くから鍵を用意して待っとけ。私はリビングでくつろぐ義母に申し訳ないが、コーヒーミルクを買ってきてほしいと頼み、一度家を出てもらう。すぐに意気揚々と現れた義兄、そして嫁。かほちゃん、チース。チーセ。あまりにも普段通りだ。彼らの中で義母は亡くなってしまったはずだが、爪が甘すぎる。さあ、実家の鍵をよこせ。私はハンカチで目元を拭う。なんだ？どうした？お母さんが亡くなったなんて、信じられなくて。きょとんとする二人。設定を忘れてはダメだろう。そうだ。そうだ、悲しいね。慌てる二人。演技が下手だ。いや、お前が悪いんだぞ。そうよ。あんたに泣く権利ないわ。思い出したようだ。私が義母を追い詰めて、この世から消したという設定を。私はそっとスマホを取り出す。今日、お母さんから届いた写真です。湯煙の中で微笑む彼女の写真だ。温泉の湧く場所で撮影したらしい。それを見た二人は目を丸くしていった。これはどこだ？私は遠い目をしていた。どこでしょうか。雲の中みたいですよね。息を飲む二人。まさか天国？やだー！母さん、足がないじゃないか！湯煙で足が見えないだけだが、温泉に行っていることも知らなかったか。怯える二人に写真をもう一枚。
川沿いでピースする義母だ。散歩の途中で疲れたんだろう。辛そうな顔をしている。私はつぶやく。こうして見るとお母さん、未練の残る顔をしていますね。ここは三途の川？やだー！冗談やめろよ！母さんは旅行中だろ？何ですか？いや、違う。お兄さん、こうなったのは私のせいではありません。私は何もしてません。疑わないでください。私と写真を交互に見て、何が何だかわからないとパニックになる二人。自分たちの作り話が現実になってしまい、恐怖を感じているようだ。ねえ、あんた、もうやめようよ。うるせえな、黙ってろ。後には引けないだろ。私は苦々しい顔で二人を見る。ふざけるのは終わりにしよう。そろそろ嘘を認めて謝ってもらいたい。これを見ればわかると思うんですけど、お母さんからです。召し上がってください。お土産の温泉まんじゅうの箱を開ける。さすがに気づくだろう。と思ったがダメだった。これ、葬式まんじゅう？やだー！葬式はもう済んだってのか？私たち呼ばれてないじゃん！やっぱりお母さん怒ってるんだ！どうしてそうなる？よく見ろ。恐怖で判断力をなくしているのか。顔面蒼白で絶望する二人。目には涙を浮かべている。母さん、本当にもういないのか？おいおい、落ち着け。結局誰が悪いんだっけ？お前だよ。いい加減に種明かしをしようとしたとき、インターホンが鳴る。なんと、夫の竹雄だ。ただいま！サプライズだよ！どうしたの？帰国はまだ先でしょ？撮影が早く済んだんだ。兄さん？どうしているの？涙を拭く兄夫婦を見て驚く夫。何があったんだ？竹雄、母さんが。ああ、母さんね。さっきそこですれ違ったよ。それより聞いてくれよ。俺、雪山で滑って転んで大変だったんだ。危うく氷漬けになるところだったよ。ますます顔色の悪くなる二人。竹雄、本当に転んだだけか？そうだよ。頭を打って気を失うかと思った。やっぱり、母さんに会ったんだろ？おう。まだ帰国するはずじゃないんだろ？いや、もう仕事は済んだ。お前もしかして、自分がどうなってるか気づいてないんじゃないのか？やだー！夫は笑いながら言った。何言ってるの？兄さん変だよ。幻想的で素敵だから、兄さんたちも行ってみてよ。オーロラだよ。空から天使が降ってくるかと思うよ。お迎えが来たのか？私たちにはまだ早いから遠慮するわ。冷や汗をかきながら首を振る二人。なあ、俺たち帰るよ。さっきから寒気がして、ここにいたくないんだよ。寒気ですか？そうだ。嫌な予感がするんだよ。気のせいじゃないですか？お兄さんそんなに繊細でしたっけ？夫が引き止める。いいじゃないか。せっかくなんだし、ゆっくりしていけばいいよ。きっと母さんももうすぐ来るよ。それを聞いて、音を立てて息を飲み込む二人。母さんが？もうすぐ来る？うん。すぐに行くから待っててねって言ってたよ。いやー！二人は悲鳴を上げて家を飛び出す。しかし、ちょうど帰ってきた義母と玄関で鉢合わせした。いやー！なんだいあんたたちは、人の顔見て悲鳴を上げてん。母さん、旅行中じゃなかったの？そうだと言ってくれよ。はぁ？とっくに終わったよ。
そんな、嘘だろ？短くて残念だったけど、よかったよ。天にも昇る心地だった。待ってくれ、お願いだよ。俺心を入れ替えるから、まだ行かないでくれよ、母さん。顔を歪めて泣き出す息子に驚く義母。それはよかった。けど、一体どうしたの？嫁も恐怖で泣いている。夫は状況が理解できず、唖然としている。だが、説明は後だ。お兄さん、心を入れ替えるって言いましたね。もうお金の無心はやめてもらえますか？やめるよ！その言葉が聞けてよかった。自分の言ったことが冗談じゃ済まないことを痛感しただろう。一体どうしたっていうの？俺もさっぱりわからないんだ。そうですよね。説明しますね。久しぶりに帰ってきた夫からオーロラの話も聞きたい。長くなりそうなのでお茶を入れよう。饅頭はたくさんあるので安心だ。その後、寒気がすると言っていた義兄は熱を出した。あれだけ冷や汗をかいたのだから不思議ではない。知恵熱かもしれない。しかし、嫁と本人は呪いだの、罰が当たっただの言って、別人のように弱気になっている。思い込みの激しい人たちだ。いや、よく言えば素直なのだ。なので、反省して真面目に生活してさえくれたらいい人たちなのに、と思う。そうなってほしいと願っている。今のところ私は義兄を許すつもりはないし、彼が反省したところで、したことが帳消しにはならない。どんなに時が経っても、私と気が合うことはない。しかし義母にとっては、いくつになっても息子は息子なのだ。悪童がそのまま大人になったような彼だ。手がかかる子ほど可愛いと言うし、今までそうだったように、きっと何度でも彼を許すのだろう。と思ったら、すべてを聞いた義母は怒り狂った。オレオレ詐欺に泥棒未遂。せっかく買ってきたお土産が自分の葬式饅頭になったと聞いたら、そりゃ誰でも怒る。いい年してあんたは、やっていいことと悪いことがわからないの？このアホ息子！ごめん。憎まれ口を叩くかと思えば、素直に謝っただけマシになっただろうか。悪いけど、私はまだまだ元気だからね。悪くなんかありません。いつまでも元気でいてください。気が合わない私たちだけど、それだけは同じ気持ちだ。夫はまたすぐに仕事で海外へ出かける。家族のことは心配だけど、私に任せれば大丈夫だね。なんて言ってくれる。嬉しいような複雑な気持ちだ。義母のお茶飲み相手も義兄の見張りも任されてあげるので安心して仕事に行ってらっしゃい。My name is Aim, and I'm 33 years old. It's all over now, but I'd like to tell you a little story to help me put the unpleasant memories of the past to rest. It was about 2 years before I got married. At the time, I was dating Teruma, whom I met at a matchmaking event. His name was Naoki. He was 2 years older than me. He worked for a famous company, was good at his job, and had impeccable looks. He was also a gentleman, so when I met him at a matchmaking event, I wondered why he didn't have a girlfriend. We hit it off right away and went out together on our days off. Soon after, he proposed to me as a member of the audience at the event. I was over 30 and was anxious to get married. I had no reason to refuse. We went to meet each other's parents. His family all seemed to be kind and nice people. Their family relationships were harmonious, and he seemed to be especially close to his younger sister. Everything had been going well up to that point. I would later find out why he hadn't been able to find a girlfriend.
He was too close to his younger sister. To be more precise, his younger sister wasn't that close to him, but he, as her older brother, loved her too much. When I introduced him to me, he was also concerned about my sister's reaction. I felt like he was being rude to me, including his parents, but I was a little worried about whether we should get married like this. My hunch was right. We decided to meet at his parents' house when he returned from his overseas business trip. He said that I was like a member of the family now, and I happily agreed, feeling excited. After we had a lively conversation about his family home and foreign countries, he started giving me souvenirs. First, some famous local sweets for his parents. Oh my, they look delicious, my parents. Next, a luxury brand bag that I bought at a discounted rate for my sister. Wow, I really wanted that bag. I had hoped it would be my turn next. Oh, I forgot. He was grinning without showing any remorse. There was a vaguely awkward atmosphere. Well, 1 or 2 souvenirs aren't a big deal. I decided that his childish personality would change once we got married, so I pulled myself together and went home. I felt like bringing up the fact that he had forgotten to buy me a souvenir would open Pandora's box, so I avoided bringing it up. I had to get married no matter what. At that time, I was obsessed with the word marriage. A while later, we decided to go to an amusement park. I had forgotten to buy souvenirs, so I had a faint hope that this time he would finally bring me something to marry. As I was waiting in front of the amusement park, he came waving from a distance. When I looked closely, there was another person next to him. I was flustered because I hadn't been told anything. "She's with you too?" He answered me calmly, surprised. "It's been a while since we've been to an amusement park. It's only natural that you bring your sister." Quote. When I complained that I hadn't heard anything, he said that the customers had run out and that fun is something you should share with your family. It's not a matter of whether you said it or not. He said, "Your heart is really small, isn't it?" Seeing my sister's resentful expression, I held back my anger, thinking that I shouldn't fight here. After that, more irritating things continued. "Oh, I forgot my wallet." He said, "You have your wallet." In the end, I ended up paying the full cost of the amusement park, and he was only concerned about my sister having fun, not me. I could only stare blankly at the sky. And then, the decisive event finally happened. It was Christmas. I forgot to bring him a souvenir, and he gave me a partial payment for the amusement park. I had been through a lot, but I thought this time it would be a wonderful day. He made a reservation at a fake restaurant. When I heard that, I was so happy that all the bad feelings I had had up until then just disappeared. And on the day, I put on my best clothes and did my best makeup. As we entered the restaurant and enjoyed our meal and conversation, his cell phone started vibrating. I had a bad feeling. It was my sister after all. "Oh, okay. I'll be right there." When he answered the phone, he casually said that his sister called him, so he was going home. Huh? Why? My sister lives alone. Apparently, there was a cockroach. So I told him to come to Daiji and go right away, as if it was the most natural thing in the world. "No, just stay with me today." I cried. He said it was impossible. I couldn't accept it. When I got angry, he got angry again and said, "Family is supposed to help each other out when we're in trouble. You don't understand that?" Quote. "You're really cold." After all, today is Christmas.
I felt like crying. I really can't forgive you for treating my precious little sister so poorly. It's over. He left the restaurant with those parting words. And without even paying the bill. I couldn't even eat half of the food, and ended up paying the high price for 2 people, and I felt that my relationship with him was over. A few days later, he broke up with me online, and my love and marriage were over. I spent some time in seclusion after breaking up with him, but as I gradually calmed down, I began to think that it was a good thing that we broke up at that time. Even if we had gotten married, I don't think his personality or his relationship with my sister would have changed easily. It would have been nothing but hard work. My feelings gradually changed, and I started to do more and more of the work that had piled up because of my relationship with him. Naturally, I ended up working overtime, and I was often the last one left. I was working overtime that day too. I thought I was the only one left, but my junior was there. He's a man 2 years younger than me. Since we're on different teams, we usually only talk a little, just saying hello. He was in charge of a big project. We look the same, but he looks really cool when he's working. When he looked down, he suddenly looked up, and by chance I looked up from my computer too, and our eyes met. Senior, you've always been late lately. It was the first time I realized he had a warm voice. No, I'm just doing the work that's piled up. It's the same as homework after school. He burst out laughing. I'm the same way. I never finish. You're trying to overcome the big hurdle of a project, and I'm just doing the work that I have to do, so the quality of what we're doing is different. When I encouraged him, he kindly asked me if I wanted to have dinner after work that day. After work, we talked for the first time while slurping down some popular soy sauce ramen at a local ramen shop. My tragic heartbreak had become a funny story by now. He asked me what kind of person he was and laughed it off, saying it was funny. That day marked the beginning of our friendship. We would send each other emails complaining about things during work, and eat ramen like this after work. Before I knew it, we were talking about the day online every day. Being with him was the most comfortable thing, as I could be myself. One night, as I was riding the train home, I received a line message from him as usual. Quote, I like you. Please go out with me. It was so sudden that my mind went blank. I had experienced a breakup a few months ago. I couldn't understand why he would want to date a woman like me. But what was different from before was that I was now able to be honest and reveal myself without worrying about how the other person would feel. I couldn't help but reply, yes, I'd be happy to. People really do not understand each other. Although a new relationship had begun, our relationship remained casual and relaxed. The complaining emails and ramen were the same as before, and the content of our line messages had not changed at all from before we started dating. The only thing that had changed was how we spent our days off. We made a promise to visit one of our houses before the holidays and watch a movie together. That was my only source of enjoyment, and I began to work hard. We had been dating for a while like that, and one day on a holiday. It was right after we had watched a movie at his house. The movie was good, wasn't it? I thought, I hope we can have days like this forever, so please marry me. I was surprised, but I was very happy. Yes. I was happy, and I immediately said yes. To be honest, when I first started dating him, I was still hung up on that time when we broke up, but it's all thanks to him that my daily life has become so colorful without me having to pretend to be someone else. I made a clean break from the previous incident,
which had ended in the worst possible way, and vowed to move forward with him. We started living together, with our wedding in sight. One day, as we were living a normal but peaceful life, I got a call on my cell phone. It was my ex-boyfriend. It was a past I didn't want to remember, so I ignored it. After that, he called me repeatedly, and as I continued to ignore him, he started leaving a voicemail. Answer the phone. Let's talk. What are you talking about now, answering the phone? I think you'll realize that there's no man better than me once you break up with me and are alone. He was condescending, saying things like, let's just let it all go and forgive him. But ignoring him was the answer, and he gradually started crying and saying things like, please answer the phone, and, let me talk to you just once. I couldn't stand it anymore, so I blocked his calls. Then he started sending me line messages. Of course, I marked them all as read. I didn't reply. I could have blocked him right away, but since we had already promised to get married, my guts just started to boil over and I couldn't bring myself to do it. I thought it would be best to tell him about my current situation and firmly refuse him, so I sent him an email with the intention of being the last one. I'm glad you're doing well. I'm going to marry my new boyfriend. So please don't contact me anymore. Then, I don't know what he misunderstood. Are you being threatened by someone to get married? I'll help you. I'm your prince. I'll turn any crisis into an opportunity. He replied with completely unexpected words. Oh, I have no choice but to talk to him. I told him about the Oni Den and Oni line from him. I should have blocked him online right away. It was a mistake to give in and reply. When I told him the truth, he smiled. From here on out, can you leave it to me and lend me your smartphone? I'll pretend to be you and deal with you. From then on, whenever he sent me a line message, he would reply instead. At first, it was just a matter of me declining requests to meet him or talk to him, but day by day, things started to get stranger. One day, I received a poem written by the guy who had a crush on me. You are the egg. I am the egg white. We can't make fried eggs unless we're both together. Let's make fried eggs together. He and I burst out laughing. And finally, he said, now listen to this. After an audio message expressing my feelings, he recorded a love song he had written himself. It was so funny that we couldn't even burst out laughing. He didn't know that the other person was pretending to be me, and he kept sending me Romeo lines every day. It was strange to watch the love between two complete strangers. And finally, he said that he wouldn't let this go, so he would meet me in person and talk to me. I have something important to tell you. I'll meet you with your parents and sister. I sent him a suggestive line message, not knowing how he would take it. And on the day we were supposed to meet, he, me, him, and his family gathered at a family restaurant. Amidst the gloomy atmosphere, he was the only one who seemed to think that everything would go his way, and he had a smiling face. However, when he saw the stranger sitting next to me, he let out the most surprised cry. Huh? Who's that? My fiancé. It seemed like he had no idea that I had told him about our marriage online. But he said that I was the one who brought up the topic of marriage first, and to be honest, I should be the one who cared more about him than him, and that was still a nonsensical thing to say. In the first place, it's your fault for not treating my sister well. I said I would forgive you with a big heart. At that moment, he, who had been silent up until then, spoke up. I'm sure she told me repeatedly in our line conversations that she didn't want me to contact her anymore, but you must have made her say that. By acting like that, I was the one who got the idea.
In fact, I had asked him to impersonate me online. What do you mean? He's so stubborn. He probably thought I was the person you were talking to online, but halfway through, it was my fiancé. The guy next to me. We both enjoyed the poems and love songs he sent. Sigh. His mouth dropped open. She was mentally exhausted because you contacted her so often. That's why I started talking to you online. You always looked down on her. There's no way someone like that could marry her. He told me that before he died. After all, I was the one who promised to marry her first. He said he was an elite, but it seems like that stupid guy still doesn't understand. You weren't the one who said we were breaking up. It's over. I'm going to marry him, so don't contact me again. I told him firmly too. What's going to happen to me? Have you ever thought about my position at work? You're so unreasonable. Next to the guy who was yelling, his father opened his mouth. Who's the unreasonable one? He said he had something to talk about. What are you thinking? You broke up with her. There must be a very good reason for her to be pushing for a reconciliation like this. Explain. He was staring blankly at his father's sudden decision. Huh? Because he had already declared at work that he was getting married, so it would be embarrassing if he didn't, and he wanted to find another partner, but he couldn't find anyone suitable. He thought that since she liked me, it would be easy if he just asked her out again. That was the only reason. His father's face turned redder and redder. Oh, you understand how I feel, don't you? He looked at his beloved sister with pleading eyes. But, big brother, she's already completely hated by her. You should understand already. What a jerk. His sister suddenly said something shocking. He was about to say that even his beloved sister found out and that he was about to cry when his father forced him to bow his head. I'm truly sorry for my foolishness. I swear that I will never do something so foolish again. Please forgive me. When his father said that and pushed his head down even further, his forehead hit the family restaurant table with such force that it made a loud thud. We were about to burst out laughing, but we held back because it was a training ground. Anyway, we never heard from him again after that day. Apparently he made a blunder at work and was fired. From what I heard from my friends, his parents felt a heavy responsibility for raising their son to be such a loser, so they sent him to live with a relative on a farm in Hokkaido. The environment and work were apparently quite harsh. Incidentally, my sister also got married, which apparently shocked him quite a bit. And so we got married and are now living a happy life. Incidentally, I'm 5 months pregnant. We're both looking forward to the birth of our baby. Family is important. We need to help each other out in times of trouble, but if you get the time and place wrong, it can lead to irreparable situations. And you should never rush into marriage. It may sound arrogant, but please take this as a suggestion from someone who has been through hell. Well, whatever. My name is Hitako. I am a 37-year-old housewife. My husband, Uma, is an ordinary office worker, and I am a nurse. Even though I am a housewife, I don't have children, so I am not overly busy when I get home from work. I work at a hospital where I don't have to work, so I have plenty of free time. When I get home, I clean up and prepare dinner.
My husband comes home around 7 p.m., when dinner preparations are finished. Then we have dinner together, complaining about work and talking about trivial things like what happened that day. My husband is in charge of cleaning up. I dry and put away the dishes he washed. We talk about various things while we work. After that, we do what we like. My husband does work he brought home, plays games, or surfs the internet, while I read, surf the internet, use SNS, or sometimes watch TV together. Our daily routine passes peacefully like this. We have been married for 12 years. There were times when I felt lonely because we couldn't have children, but it's not so bad to grow old while spending such peaceful times together. I have come to think that this peaceful daily life is something I thought would continue forever, but change suddenly comes. When I returned to my parents' house for a few days to stay overnight, I felt something was off the moment I entered my home for the first time in a while. It was a really trivial thing, but it was clearly different. The shoes in the shoebox had been rearranged, the vase in the living room had been moved, the dishes had been put away in the wrong place. Small things that made me feel uncomfortable and gross. To top it all off, the arrangement of my cosmetics and the location of my clothes in my room were slightly different. My husband and I each have our own rooms, and we never go into each other's rooms. Even when we did, he'd never move things around without permission. I doubt my husband would touch my cosmetics. Did you go into my room? Huh? Of course not. Why? When I asked my husband, he denied it with a nonchalant look on his face. Judging from his expression, I couldn't believe he was lying. If things were missing, it could have been a thief, but apart from the rearrangement, nothing else seemed to be missing. An indescribable unease began to grow inside me. My parents' house is far away, and my mother hasn't been feeling well lately. Although he seems to be doing well, it seems his legs and back are getting weaker, and he has even been certified for nursing care. Apparently, a filler visits him regularly, but he is still a stranger. My mother in particular is the type who is considerate, so it seems that we can't ask him to do too much. On the other hand, my father, who is still very healthy, is a Showa-era person who can't do housework at all. He seems to be trying his best, but it seems that he is not yet at a level where he can be of any help to my mother. That's why I go back to my parents' house regularly to help out and teach my father various things. So he always ends up staying overnight. My husband sends me off with a smile, so I take advantage of him, but the strange feeling I had that day has continued ever since. Whenever I return from a few days at my parents' house, there is almost always a different atmosphere in the house than usual. My husband doesn't usually do anything around the house except wash the dishes after dinner. However, since that day, I have a feeling that I have been making the decisions and cleaning during the breaks. Well, he says he has to do his bit too, but when I ask him to put in a refill because I'm running low on the detergent, he comes back and says, "Where's the detergent again?" He says he chose it himself, but he doesn't know where the detergent is. Is that even possible? I want to think that he chose it with just water without adding anything, but it clearly smells like fabric softener. By the way, the fabric softener is in the same place as the detergent. It's an obvious lie. There's no hard evidence, but my husband was clearly suspicious. Every time I went to my parents' house and came home, the room was subtly changing like a spot the difference game, which made me feel uneasy, so I started thinking about putting up a hidden camera, and then my husband's attitude changed drastically. First, he stopped doing anything around the house. He didn't even wash the dishes after dinner. At first, he said he was busy, but instead of working, he just sat on the sofa all day, playing with his phone. If I tell him to help out, he gets angry and says, "Stop being noisy. I have something to do now." Quote. And then he starts playing with his phone again. He's been working overtime and coming home late one day after another. One day, I had something I really wanted to contact, but my cell phone wouldn't work, so I called the company and was told that it had been changed due to the fixed schedule.
When I told my husband about it when he got home, he said, I was out drinking with a regular customer. It wasn't just a joke, but I lied because you were being annoying. For some reason, I was made out to be the bad guy, with the accusation that it was my fault. Since that day, he has been saying he's going out drinking with acquaintances and not coming home until late at night. Sometimes he doesn't go home and goes straight to work. He's also been traveling more often. I doubt that's true either. I spend less time with my husband, we talk less, and the house becomes cold and frosty. I thought this wasn't good, so I tried to talk to him, but he said, you're annoying. I'm busy, call me later, quote. He gave me this kind of negative attitude, and we ended up not being able to talk. But then I tried to talk to him. Oh, by the way, today we were at the park. A park? Why would you want to go to the park? That's a place that someone like you wouldn't want to go to. It's a neighborhood park that I often go to. Quote. Don't you think that's a bad way to put it? There are plenty of people who go for a walk in the park even if they don't have children. Just a walk. People who have free time are great. Oh, well I'm busy, you're the carefree kid. I was just passing by, and the walk thing was just an example. That's enough. Talking to you, who can't even have children, gives me a headache. My husband didn't even listen to my lecture and basically shut himself up. Why do I have to be told that? We had already agreed that we should just leave the children to nature, and if we can't have them, there's nothing we can do about it. I quietly shed tears alone in front of my husband who had become completely cold towards me. Then one day, something happened. I was working as a nurse at the hospital as usual. I work at a private hospital for 3 couples, so my workplace is almost entirely female patients. Then, a young female patient, who I had never seen online before, came running up to me as I entered the waiting room. I think she had found out she was pregnant during a test. I was about to tell her that it's not good for her to run too much since she's in the early stages of pregnancy, but she grinned and looked into my face. When I was about to ask Naoko what was wrong, I was surprised to hear her name called. All of us staff members wear name tags on our chests, but only Naoko, so how did she know my first name? I tilted my head in confusion, but she smiled and said, I'm pregnant. Congratulations. Thank you. And the father of this child is your husband. I'm pregnant with his child. So please break up with him. Quote. That was so sudden. Leaving me speechless, the woman paid the bill and quickly left. What's going on? When I got home that day, I confronted my husband, who had come home on time, which was unusual for him. A child came to our hospital today and said she was pregnant with your child. Huh? What the heck is that? What are you talking about? What's that? I want to tell you. Are you cheating on me? I'm the one cheating. Do you have any proof? You're letting your mistress stay in my room, aren't you? I always felt something was off whenever I came back from my parents' house. That doesn't necessarily mean you're cheating. The patient who came in today knew my name and said she was pregnant with your child. I think a DNA test would give us a result that would be hard to deny once the child is born, but when it got to that point, my husband fell silent and sighed loudly. Oh, you found out. That guy Takumi just did whatever he wanted. You're admitting it, huh? That's right, I cheated on you, is it wrong? I felt like everything went dark in front of me when he suddenly became so defiant. Is it wrong? Is it wrong? Of course it is wrong. Isn't it your fault that I cheated on you in the first place? Huh? What do you mean? It's your fault because you can't have children at all. I work in a 3-person household.
You should at least get some infertility treatment. We decided in advance that we'd leave it to you. Even so, it's not my fault. It's your fault for not being able to have children. You might be the reason why you can't have children. That was no longer the case when the other woman got pregnant. I was sad. I was frustrated. I cried even as I argued with my husband's terrible words. It's okay. I'm getting a divorce, so get out of here already. I'll pay you some alimony. With those final words, my husband left the house. I was so overwhelmed by his behavior that I was speechless and could only throw myself on the bed and cry. I don't really remember what happened after that. Before I knew it, I had taken several trains back to my parents' house. My parents were surprised to see me suddenly there late at night, but they greeted me warmly. They stayed by my side quietly until I calmed down. I was so happy to see my parents' love and affection that I cried and cried and cried until I calmed down, and I told them everything. Perhaps talking helped me sort out my feelings, but by the time I finished talking, I felt refreshed. Do what you can accept. My parents' words gave me the push I needed. A month after I left the house I shared with my husband and returned to my parents' house. I was sitting in a coffee shop with my husband and his other woman right in front of me. She said that when she called her husband to talk, his mistress would come too. Well, I was planning to call him anyway, so it saved me the trouble. I handed over some documents to my husband and his mistress. They were divorce papers and information about alimony. By the way, a lawyer was sitting next to me. Hello, I'm Misa, pregnant with Moshi-chan's child. The woman who spoke to me at the hospital excitedly introduced herself right in front of me. She was a young and cute woman. I wonder if this kind of natural girl is what my husband likes. Moshi-chan. In contrast to Emmy's mistress, who was beaming, my husband looked sullen and annoyed. He kept saying things like, "Why do I have to pay alimony? But why do you think you can get away with not paying alimony? You said you would pay alimony. I'd rather have it myself. I cheated on you because you couldn't get pregnant." I was angry at his unchanged attitude, but it's a waste of energy when it happens to people like this. With a forced smile, I handed over the documents I had prepared for the lawyer. This is the going rate for alimony. Pay it all at once. Then I will never show up in front of you again. You damn woman, let's see. What the heck is this amount? Something's wrong. I've set it at the going rate. No, it's too high. Even though I got him pregnant, I expected my husband to protest when he saw the amount of alimony. That's right. We're about to have a baby. How can you make such a terrible claim public? Do you have flowers in your head? My mistress came over with a grin on her face. Does she realize that she stole someone else's husband and destroyed their family? I can't help but feel irritated by her attitude. But it was more amusement than anger. I couldn't hold back my laughter and just grinned. That must be tough. But I won't divorce you unless you pay me this amount. That's not going to work. I've said it many times, but I'm pregnant with his child. Please break up with him quickly. But you're his third woman. Huh? I confronted my mistress, who was telling me to get a divorce quickly, with a smile on my face. At that moment, the cheating partner was confused, not understanding what was being said. I didn't miss the fact that my husband's face turned pale next to her. I immediately showed them multiple photos. These are photos of God cheating. There are 2 other people besides you, right? When I hired a detective, it was discovered that he was cheating on 3 people at once. That's a lie. Misa, the cheating partner, immediately denied it. Let's call her cheating partner 1.
But look, she's being friendly with you, and look, she's holding hands with this person on a date, and this photo shows her entering and leaving the hotel with this person. There's no way they look like friends. Cheating partners 2 and 3 look intimate with my husband. Cheating partner 1 becomes stern in front of the photo. Even worse is my husband. Hey, Shi-chan, what's going on here? No, that's not it. These are just friends. Do you? Hold hands with friends and go to hotels with them? This is a handshake. We went to the hotel to talk about work. My husband is questioned by his mistress 1 and hurriedly makes excuses. This is a handshake, isn't it? It's just like crossing his arms. It's a celebrity's excuse for going to a love hotel for work. The only one I love is Misa. It's true. I'm sorry to interrupt his desperate excuses, but I quickly raise my hand to signal. Immediately after that, the person sitting in the seat behind us stood up. The moment the two of them turned to look at me, Amma Haruka's husband shouted, "W, why did you guys call me over?" My husband smiled and answered, and his eyes widened. Oh no, it feels gross, like they're going to jump out of my face. Yes, the person in the photo. That's right. I called over my husband's mistresses 2 and 3. I smiled and said to mistress 1, looking confused, "W, what are you talking about?" No, detectives are really good. It's scary. They even investigated everything about the mistresses. Quote, "It costs money, but I have no regrets." I could see the look of my husband's face, his expression completely blank, right in front of me. That was enough. Didn't you say you were single? You told me you were separated and in the middle of divorce negotiations. My husband was flustered when he confronted his mistresses 2 and 3. He looked like he had eaten his fill of the foam. He worked overtime every day and was frequently on business trips. He even went out on his days off. I thought he was being rude to one mistress, but I never imagined there were 3. I had expected it so much that when I found out, I was beyond angry and just dumbfounded. No, this is different. It's different. It makes no difference. You cheated on me with 3 women. That's why you're paying that much in compensation, do you understand? All 3 of them admitted to cheating. You can't make excuses. I'll make you pay it in full. I slammed the table and my husband jumped. His face was pale now. He was sweating profusely. Shi-chan, I'm the one you really love, right? I was the only one who was serious. The pregnant mistress 1 confronted her husband with a pale face. But before he could say anything with his trembling lips, mistresses 2 and 3 confronted him. You said you wanted to get married next year, didn't you? And if it hadn't been discovered 3 days ago, you would have continued your relationship with me, right? That's what you said to me too. You said that your divorce from your wife was about to be finalized, so let's go on a trip then. Oh. So you were planning to continue your relationship even after our child was born? Don't be ridiculous. My husband has gone beyond being straightforward, and his face is white with no blood. What happened after that? One from this mistress and mistress 2. 2 from this company and mistress 3. Three from this betrayal and mistress 1. He had been hit with a spectacular 3 in a row. It wasn't even autumn foliage season. I couldn't help but laugh at the beautiful maple leaves left on my husband's face. The discussion went very smoothly after that. My husband was abandoned after being confronted by 4 women, including me, and was in a state of desperation. My husband, who had become a total idiot, readily filed for divorce and agreed to pay alimony.
As for the 3 mistresses, I decided not to seek alimony. Mistress 2 didn't know my husband was married. Mistress 3 thought my husband would get divorced soon and waited for that day, so they weren't in a serious relationship. They both apologized to me, bowing their heads, thinking it was serious, but I didn't blame them any further. I could have sought alimony from Mistress 1, but, as a housewife, I didn't want to put any more burden on my pregnant girlfriend. It's not that I forgave them. It's just that the child is innocent. I was just thinking about the child's future. But that doesn't mean they'll be happy from now on. It seems like she's become suspicious of men. Especially Mistress 1. I didn't seek alimony, but her life will be very difficult from now on. It seems like she no longer wants to marry my husband, but she wants to have a child. I think raising a child alone will be an unimaginably difficult path. That would be her food, so I decided to accept that. It's been 6 months since my divorce from my husband was finalized. I've completely regained my peaceful daily life, and I continue to work while helping my parents at my parents' house. Occasionally, my ex-husband's messages disrupt my daily life. Apparently, he's used up all his savings by paying alimony to me. In the midst of all this, he's apparently struggling to make ends meet with alimony and child support payments to his mistress. Apparently, his 3-way affair has spread around the company, and he's been looked down upon and feels ashamed as a tatami mat. As a result, he's made a series of mistakes and fallen off the career track. His ex-husband's family has also declared that they're cutting ties with him, and he's living a lonely life. He complained about all of this to me. He listed them all. When things get really tough, the only face I can think of is you. It was my fault. I want to start over with you. Please help me. Messages came in droves. I read them and ignored them, but they kept coming at an even faster rate. It was annoying, so I set my rejection settings. Having cut ties with my ex-husband, I feel refreshed and I'm working at the 3 houses again today. While I am absorbed in my work in a place where various dramas are born, I sometimes think to myself, if I have the opportunity to work with him again in the future, then I would like to create my own drama. With this in mind, I continue to support people's dramas today.「私は緑、新婚ほやほやの26歳。夫はとしき、30歳。割と大手の企業に勤めている。デパートで働いていた私が取引先のとしきに見初められて結婚した。私たちの家は義実家に近く、義両親と接点は多いが、まあうまくやっている方だと思う。義母との確執はそこそこあるが、適当にやり過ごしている。義父はおとなしい人。趣味は貯金や資産運用でいつも経済新聞を読んでいる。私の実家は富士山の近くで子供の頃から祖父の持ち山で走り回っていた。そんな私も大学進学で上京してからはそれなりに変わり普通の女の子になれたと思う。しかしアウトドア志向は変わらず、休日になると原宿や渋谷よりも富士山麓や丹沢に行くことが多かった。そんな私も今は都市の妻としておとなしくなった。時折、ふるさとの山々が恋しくなるが、そんな時は YouTube でキャンプ動画を見て心を癒している。そんなある日、実家から呼び出しを受けた。久しく帰っていなかったので、いい機会だと思って夫と一緒に帰省した。私の実家は新幹線が通らない地域なので、在来線の特急で2時間弱。そこからローカル線で1時間ほど。さらに駅から車で30分かかる。東西を山に囲まれているので何かと不便で、まあはっきり言ってど田舎なのだ。祖父は地主で田んぼや畑の他に山を持っている。父は主に田んぼを任され、畑と山は祖父が一人で管理していた。私は子供の頃からおじいちゃん子で祖父と山に行くのが楽しみだった。しかし祖父も最近はめっきり老けてしまい山に行かなくなってしまった。
実家に着くと祖父が迎えてくれた。ああ、緑。ちっちゃん、久しぶりだね。元気だった？ああ、まだくたばってたまるか。お前の子を見るまではな。おじいさん、ご無沙汰しています。なかなか話に入れなかったとしきがやっと挨拶してきた。おー、としきくんか。久しぶりだな。元気か？じっちゃんはシワだらけの顔をくしゃくしゃにして、ゴツゴツした手で私の手を握ってきた。とても温かかった。そして心尽くしの夕食の後、軽くお酒を飲みながら父が話し出した。今回お前を呼んだのはな、じいさんの遺産の件なんだ。じっちゃんの遺産？まだじっちゃん元気だよ。私がそう言うと、焼酎のお湯割りをちびちび飲んでいた祖父が。ああ、元気と言っても今年で80だ。何があるかもわからんし、ボケる前に自分の考えを伝えておきたいと思ったんだ。そんなこと言わないでよ。まだまだ元気じゃない。俺もそう思っているんだが、親父はなんせ頑固だからな。一度言い出すと何を言ってもダメなんだ。父が笑いながら紙を取り出した。遺産相続じゃなくて生前贈与っていうらしい。まあ、田んぼや畑は今まで通り、俺と弟で引き継ぐが。父は書面のある場所を指さし、あの山はお前に譲りたいそうだ。本当ですか、おじいさん。そう言って乗り出してきたのは夫だった。ちょっと、なんであんたが出てくるの？いや、ごめん。ちょっと気になったんで。まあ、私は今のところ何も考えつかないし、今もらっても何もできないよ。ああ、山の手入れは山氏に任せるから心配いらない。その代わり、山で採れる魚やキノコを少しいただくから、それくらいいいだろ？と父が言う。でも、キノコは私にも送ってね。じゃあ、これで決まり。話はこっちで進めるから。うん、任せる。あれ、としきは？ああ、外で電話しているな。どこに電話しているんだろう。実家かな？まあ、どうでもいいか。そうして、私は祖父から山を相続することになった。その後、夫がやけにニヤニヤしているのが妙だった。あの表情。なんか悪巧みを考えている顔だ。聞いても答えないだろうし、そのままにしておいた。そして、自宅に戻ると、義実家から食事のお誘いがあった。珍しいこともあるもんだと思いながら、指定された料亭に向かった。夫とは料亭で合流し、ほどなく義両親もやってきた。夫と義両親はなぜかご機嫌だった。みどりさん、ご実家の皆様はお元気だったかしら？ええ、両親も祖父も元気でした。そうなの？よかったわね。やがて、だいぶ酔いの回った義父が、あから顔で私に話しかけてきた。ところで、としきから聞いたのだが。はい、なんでしょう。おじいさんから生前贈与されたんだって？はい、祖父の意向で、後で揉めないように生きているうちにちゃんと決めたいとかで。しっかりしたおじいさんだね。譲り受けたのは山と聞いたが、大きいのかな？そんなに立派じゃありませんけど、綺麗な沢があって、ヤマメやイワナがいます。ほー、いいじゃないか。これからどうするのかな？別に、何も考えていませんでした。もったいない。うまく使えばいい金になるのでは？義父がニヤニヤしながら聞いてくる。その態度にちょっとムッとした。あの山は私と祖父の思い出の場所なんです。お金儲けの道具にはしたくないですね。いやいや、そんなことは考えていないよ。ただね、お前が受け取ったということは、俺のものでもあるってことだよね。夫が思いもしなかったことを言い出した。は？どういう意味？いや、あの山は俺たち夫婦のもの。二人の共有資産ってことだよね。勝手に決めないでよ。
だって俺たち夫婦だよ。俺が稼いだ金で二人で生活してるんだ。それと同じことじゃないか。そうよ。夫婦なんだから、嫁のものは夫のものってことでしょ？そうだよ。うちの嫁なんだから、私たちがその山を受け継いだことになる。わかるよね？もう、義実家総出で私を言いくるめようとしてきた。食事の後、自宅にまで義両親はついてきて、軽くお酒の席となった。義両親と夫はさらに盛り上がっている。私は早々に寝てしまったが、義両親と夫は夜遅くまで話が続いたようだった。そして、義父からまた相談を受けた。知り合いに不動産デベロッパーを紹介されて話をしてきたという。まあ、私に任せておけってことだ。胸を張る義父の隣で夫までが、資産では数億の価値があるそうだ。有効に使ってやるから俺に任せろ。何勝手なことしているのよ。うるさいな。お前はうちの嫁なんだから、お前のものはうちのものだ。お前だってきっと感謝することになるぞ。そうよ。お嫁さんは嫁ぎ先の言うことを聞くものよ。これで儲かったらみんな幸せになれるの。いい話じゃない。ダメだ。この家族は欲に目がくらんでいる。祖父の遺産の話をするまではそれなりの関係だったのに、相続した山の話を聞いてからみんな人が変わってしまった。そして私を除いた義家族で話をすることが多くなった。私は不安な日々を過ごしていた。そしてある日、義父の提案で山を見に行くことになった。近くの温泉宿を取り、名目は家族旅行だが、実際は視察だった。いいところね。想像していたよりも広いわ。これならリゾート開発会社に売り込めるんじゃないかな。別荘やホテルなんか作れば大儲けできそうだ。義母と夫が勝手なことを言い出した。試しに家族キャンプでもしないか？そして腰に両手を当てて。よし、ここをキャンプ地とする。みどりさんには従業員として働いてもらおうか。もちろん無給でな。あっはっはっは。なんて義父は叫んだ。正直、ここはキャンプ場にふさわしい場所だ。水はけのいい場所で南側が開けている。近くに綺麗な水の流れる沢もあり、家族連れが遊ぶにはちょうどいい場所だ。義家族はこの状況に満足したようだ。帰宅すると、早速デベロッパーに電話を入れた。電話を終えると義父は、来週にも現地調査に行くそうだ。別荘地や会員制のリゾートホテルなんて提案されたよ。これは楽しみだな。いいわね。私たちもそのホテルとか利用できるんでしょ？ああ、オーナーだからな。これなら優雅な老後が過ごせそうだ。じゃあ俺はホテルの支配人でもやるかな。緑はキャンプ場の管理人だ。管理人？ああ、家族だからタダで働いてもらおう。もちろん休みもなしだ。そんな。何言ってんだ。うちの家族がここまでしてあげるのだから、お前だって働くのは当然だし、山で働くなら本望だろ？そう言って夫は笑った。私は義実家の会話に思わず乗ってしまったことを反省しつつ、ただ黙って聞いていた。そんな時、大学の先輩から連絡があった。よっ、久しぶりだね。元気かい？ああ、丸山先輩。先輩は山登りで2年も留学した山岳部の猛者。今はその延長でアウトドアグッズのメーカーに就職している。今でも山登りを続けているらしい。なんだ？元気ないな。どうしたんだ？そこで私は事の次第を説明した。なるほど。旦那の家族は金に目がくらんだようだな。みんな私の山で金儲けすることしか頭にないようなんです。こんな思いをするなら離婚も考えようかと。よし、ここは俺たちに任せてくれ。一度作戦会議を開こう。暇はあるかい？ええ、
私なんて誰も構ってくれませんから、一人で外出しても問題ありません。よーし、それじゃあメンバーに連絡してみるよ。後でまた連絡するから元気出せよ。先輩との話で少し元気が出てきた。何を考えているのかわからないが、あの先輩なら何とかしてくれそうだ。山の件で盛り上がる義実家は、もう一度山に行きたいと言ってきた。しぶしぶながら私は車にみんなを乗せ山に向かった。前の見学場所より深い森に入る。やがて山の入り口について車を降りた。おい、なんであんなところに祠があるんだ？何かあるのか？山道の入り口の小さな祠に夫が気づいた。ああ、あれはご先祖さんが神職に頼んで分社してもらった山の神なの。いつも山に入る前と出るときに拝んでいるわ。へえ、今時奇特だな。そんなことないわ。山の恵みをいただくときには神にお許しを得て、そして帰るときには山の恵みを分けていただいたことに感謝の気持ちを伝えるの。アホらし。この山がいつもキノコや川魚を恵んでくれるのはこの神様のおかげなんだから。そんなの迷信だろ？どうせここをキャンプ場にするときにはこんなちっぽけな祠なんて取り壊すんだ。そんな、絶対ダメだって。うちが大事に守ってきたんだから。うるさいな。俺は神とか言い伝えとか信じないんだ。そう言うと祠を足毛にした。何するの？罰が当たるよ。できるものならやってみろってんだ。そう言うとスタスタ山に入ってしまった。私はいつものように持ってきた塩とお酒を置いてお祈りをした。みどりさんは先に帰りなさい。あれこれクレームばかりで話が全然進まないじゃないか。義父が怒りで顔を曇らせている。そうしろ。煩わしくてかなわないよ。夫にまでそう言われ、私は一人で帰ることに。山を降り、地元の知り合いに頼んで駅まで送ってもらった。ふと空を見ると、急に黒い雲が山を覆ってきた。雨になりそうだけど、大丈夫かな？私は一人で電車に乗り帰宅した。自宅に着くと、としきから LINE が来た。今どこにいる？助けてほしいんだ。どうしたの？帰り道で脱輪したんだ。車が動かなくて。あらあら、罰が当たったわね。そう返信すると、そんなこと言うなよ。助けてくれよ。実家がお世話になっている自動車修理工場を調べてあげる。そして、その修理工場にレッカー車を手配した。少しいい気味だと思い、大変ね。頑張ってね。とだけ返信しておいた。しばらくして連絡があった。レッカー車のおかげで何とか抜け出せたが、時間がかかってしまい、これから高速で急いで帰る、とのことだった。レッカー車の手配と車の点検で結構な出費になったとのこと。私は思わずにやけてしまった。夕食を済ませてくつろいでいると LINE の着信音。夫からだった。帰りの高速をかっ飛ばしていたら覆面パトカーにスピード違反で捕まり、28キロオーバーで罰金18,000円だとか。ほーら、またまた罰が当たった。山の神様を足毛になんかするからよ。一人で大笑いしてしまった。その後しばらくおとなしかった義家族だったが、また私をのけ者にして、ひそひそ話をすることが多くなった。やはり、あの山をどうにかして大儲けしようとしているようだ。義父は不動産屋をめぐり、あの山を利用したリゾート開発とキャンプ場運営の話を相談していた。しかし、雑木林や起伏のある土地を開発するには結構な自己資金が必要とのこと。立ち上げることが先決だから、少しくらいお金を借りてもなんともないさ。義父は初期投資のことを全く失念していたのか、ちょっと震えていた。義実家は慌てて資金繰りに走り出した。怪しい町金にも相談しているようだが、大丈夫だろうか。私は
義実家にリゾート開発を考え直してもらうため、山の魅力を見せようと思った。お父さん、あの山はいろいろ楽しみがありますよ。今ならキノコがシーズンですから、もう一度行ってみますか？義父はむと考え込んだ。もう一押しと私は話を続けた。どうです？夜の闇に揺らめく焚き火。爽やかな朝の匂い。漂うコーヒーの香り。そういう風景にお父さんはお似合いだと思うんです。そうかな。結構コーヒーにはこだわりがあってね。味にもうるさいんだ。うるさいと言っても、コンビニのコーヒーが好きなだけのくせに。もう私の頭には渋くてダンディーなお父さんが朝の山の中でコーヒーをたしなむ姿が見えます。そういえば昔、男性化粧品のモデルに似ているって言われたことがあったな。髭でも生やそうか。マンダム。そう言って顎のあたりを撫で回すお父さん。私は知らないが、昭和の CM だろうか。じゃあ、いいお返事を期待していますね。任せとけ。よしよし、これでお父さんはその気になった。ちょろいもんだ。そして、一泊のキャンプに行くことになった。幸い天気に恵まれ、お昼前に山に着いた。テントは義実家用と私一人用の2つを用意した。義実家のテントはペグの打ち込みが甘いし、フライシートも張らず、インナーテントのままだった。私が注意しても、一晩くらいなら問題ないと相手にしない。まあ、少しは痛い目にあった方がいいかもと思い、もう言うのはやめた。私は水はけの良さそうなところにテントを張った。夕食には無難なカレーを用意した。私は食事を済ませると後片付けをして自分のテントに戻った。持ってきた缶チューハイを飲み早めに寝たが、義家族は焚き火を囲んで宴会をしていた。やがて夜が明けた。さすがに朝は山の冷気が身に染みる。私は爽やかな山の朝を楽しみながらコーヒーを入れる準備を始めた。義実家のテントからはまだいびきが聞こえる。昨夜は結構遅くまで楽しんだようだ。やがて義家族も起きてテントから出てきた。おはようございます。コーヒーでも飲みますか？三人に声をかけ、顔を上げた私はあまりの衝撃に言葉をなくした。なんと三人の顔は虫に刺されて激しく変形し、すごいことになっていた。昨日、宴会の後、テントに戻って寝たんだが、入り口を閉め忘れていた。朝起きたらこんな顔になってしまった。顔をかきながら義父がボソボソ話す。かゆくて我慢できないよ。なんとかならない？義母が顔をボリボリかきながら泣き言を言う。いやー、うまいキノコと酒でいい気持ちだったんだけど、朝起きたらこんなになるなんて思わなかった。夫はお腹のあたりをボリボリかいていた。薬はありますか？いやー、持ってないんだ。相当かゆい場所をかいたのか、ところどころに血が滲んでいる。とりあえず私の実家へ連れて行って手当てをした。実家には子供の頃から虫刺され用の常備薬があり、よく効くのだがかなり染みる。私が薬を塗ってあげたが、そこなんだが、いやー！しみるー！義父はのたうち回り、義母は絶叫し、夫は涙を流した。阿鼻教官とはこんな状況を言うのだろう。まあ、山を甘く見た罰だ。私は三人に薬をたっぷり塗り込んでやった。山の神様の怒りはまだ続いているようだった。そんな時、父方の叔父から相談を受けた。実は、親父から譲ってもらった畑に手が回らなくて、やめようと思っている。そう言うと一息ついて、でな、あそこはお前の山に近いし、山と一緒に世話してもらいたいんだ。
畑にこだわらず、山と一緒に自由に使ってもらっていい。どうかな？悪い話じゃないと思うんだが。その話を聞いて、私はすぐに納得した。もともと畑なので、日当たりも水はけもいい。でも、手入れをしないと荒れ地になってしまう。どうしたものかと考え、義実家の計画とは別に、キャンプ場を作ってはどうかと思った。そこで丸山先輩に相談すると、あそこならキャンプ場に最適だと太鼓判を押してくれた。一方、義実家は以前の山の開発の話を進めていたが、資金が確保できず、具体的な作業に入れない状態だった。私はその計画に盛り込まれたキャンプ場の管理人になるよう要求されたが、断り続けていた。お前が管理人になることは前に話し合っていたはずだ。私の堅くなな態度に夫はイラつき始めた。いいえ、私はここで働きません。さあ、そろそろタイミングだろう。私はこれまで温めてきた計画を夫に話すことにした。私、自分でキャンプ場を作る。おじから管理を任された場所をキャンプ場にするの。アウトドアグッズのメーカーの協力もあるから、まだ計画の途中なのに結構評判がいいのよ。勝手にしろ。うちはうちで進める。どうせお前の計画なんてすぐ潰れるだろうからな。はっはっはっは。まるで悪代官のようなセリフを吐いて、夫は部屋を出て行った。そしてある日、先輩から連絡があった。よう、あの件バッチリだ。もう安心していいぞ。本当ですか？ありがとうございました。そして私のキャンプ場の計画が動き出した。先輩がいろいろアドバイスをしてくれ、利用者の利便性を追求した設計が出来上がった。高低差を利用して区画に段差をつけ、区画同士で目線が合わないよう工夫。区画ごとに車を止めることができ、荷物が多くても楽に作業ができるようにした。管理棟には小さな売店と温泉施設。温泉は近くの源泉からパイプで供給してもらう。利用者には無料で提供する。そして、この計画を正式に義実家に伝えることにした。夫と義両親に大事な話があると伝え、自宅に集まってもらった。あの山の件、そしてキャンプ場の件ですけど。おー、やっと決心したか。キャンプ場の管理人をやってくれるんだな。義父はとても嬉しそうだ。やっぱり、嫁は家族の一員だからね。素直に言うことを聞くのは当然なのよ。義母も勝ち誇ったように話す。緑がそういうのを待っていたんだ。これで、うちは金持ちの中でも勝ち組に入れるな。としきは満面の笑みだ。浮かれまくっている義実家を見て、私はため息をついた。申し訳ありませんが、そんなことはこれっぽっちも考えていません。さすが家族。三人の驚きの声がハモった。よく聞いてください。あの山の開発はできません。いえ、できなくなりました。私の言葉に義実家一同口をポカーンと開けて固まった。しばらくの沈黙の後、としきが口を開いた。それってどういう意味なんだ？よくぞ聞いてくれました。あの一帯が国定公園に取り込まれたんです。それで開発ができなくなりました。本日2度目の義家族ハーモニー。そしてまたもや沈黙。そして今度は義父が口を開いた。なんとかならんのか！金儲けができないじゃないか！そうよ！私たちの老後はどうなるのよ！義両親が吠えまくっているが気にしない。夫も。俺は今月いっぱいで会社を辞めるんだぞ！あの山にキャンプ場を建てて、そこで社長になる予定だったんだ！仕方ないでしょ？国が決めたことなんだから。それなら、国からお金が出たのか？国が買い取ったってことだろ？ええ、それなりのお金はいただきました。でもこのお金は私のものですから。何言ってんだ！
嫁は夫の家族なんだから、その金は私たちのものだろ。義父が興奮して立ち上がった。いいえ、結婚していても、私が相続した資産は私個人のものです。あなた方のものではありません。もういい。こんな勝手な嫁は離婚してやる。怒ったとしきが切り札を持ち出したが、これは想定通り。はい、あなたからの申し出ですね。さっさと離婚しましょう。私もこんな欲にまみれた人たちと家族でいたくはありません。お望み通りに離婚だ。今日から俺は実家に戻る。ええ、それしかないでしょ？だってこの家、私の両親が買ってくれて、私の名義ですから。離婚したら出ていくのはあんたの方よ。うるさい！お前のキャンプ場なんてすぐに潰れて大損する。後で泣いて謝っても絶対許さんからな。どうぞご自由に。私もここを整理したら実家に戻ります。ああ、勝手にしろ。そして私は離婚の手続きを済ませ、自宅を整理して実家に戻った。離婚に際して財産分与をしたのだが、夫は私の分までキャンプ場計画につぎ込んでいたので、分割に難行していたようだ。それなりに計画を進めていた義実家は引っ込みがつかず、不動産屋に勧められた別の土地にキャンプ場を作ることにしたようだ。そして、紆余曲折を経て、義実家のキャンプ場がオープンした。山間地をキャンプ場にしたため、設備が不十分な上、駐車場と離れているため、荷物の上げ下ろしが不便だった。キャンプ用品の貸し出し料金も高めに設定しているし、区画も地面にロープを張って区分けしているだけなので、隣との距離が近く、プライバシーが保てない。正直、荒だらけの施設だった。そして、ほどなく結果が出た。予想通り、義実家のキャンプ場は、環境の悪さや不便さが目立ち、リピート客はほとんどいない。なんせ管理が適当で、テントサイトは草ぼうぼう。管理人が横暴だとか、金儲け主義だとか悪評が立ち、ネットで厳しく叩かれてほどなく倒産した。風の便りによると、義実家は今や借金生活で大変だそうだ。借金の支払いのため実家を売り払い、今では家族3人で地方の旅館に住み込みで働いているらしい。そして私のキャンプ場がオープンした。私の施設は好評で、リピーターも多く、シーズン外れの秋冬にも来てくれるお客が多かった。そして女子高生がキャンプを楽しむアニメに登場したことで、今やファンの聖地となって急にお客が増えていった。私はキャンプ場の管理人として忙しい日々を過ごしている。最近は家族連れも多いが、ソロキャンプも増えている。私は気がつかなかったが、ここは星がよく見えると評判らしい。お気に入りのハンモックに潜り込み、お気に入りのホットウイスキーをちびちびやりながら夜空を眺めると、時々流れ星を見ることができる。よう、相変わらず色気のない女だな。ほら、差し入れだ。俺の知り合いが送ってくれたキノコとイワナの燻製。うまいぞ。ああ、いつもすみません。でも、色気がないはひどいですよ。お世話になった丸山先輩だ。最近何かにつけてキャンプ場を訪れ、いろんなものを差し入れてくれる。昔はかっこいいなんて思わなかったけど、このところちょっとよく思えてきた。先輩も私のことが気に入っているようだから、今度キャンプでも誘ってみようかな。そんなことを考えていると、流れ星が一つ。思わず手を合わせた。願い事はもちろん内緒。でも、なんだか大きな夢が叶うような気がするのだ。偽物の母親は出て行け。長男の嫁、理香は私を嘲笑うかのように言いました。その場には旦那の正も長男の勝もいましたが、誰も私を擁護してくれようとしません。むしろニヤニヤしながら私のことを見ています。もう我慢の限界です。私はこの場にいた全員を捨てて、豪邸に引っ越すことにしました。これは、
私のことを家政婦扱いしてきた夫と息子夫婦を捨てた話です。私は小林優子、40歳の主婦です。結婚したのは25歳の時。相手は勤め先の営業マンでした。当時、私は営業事務をしており、営業マンについて営業先を回ることがよくありました。一緒に営業回りをしていたのが夫になった正です。10歳も年上でしたが、一緒に過ごすうちに親しくなり、いつしか付き合うことに。ただ、親しくなるにつれ、正に前の奥さんとの間に子供が2人いることが分かりました。10歳の長男、勝と5歳の長女、ゆきです。前の奥さんは新しい彼氏を作って出て行ったとのこと。当時私は25歳で子供のいる結婚に抵抗もありました。しかも、正は実家との縁は切れていると言います。というのも、前の奥さんがかなり若かったことから、結婚は両家に反対されていたそうです。それなのに、二人は実家を飛び出して駆け落ち同然で結婚したため、感動されたそう。じゃあ、子育てどうしてるの？一人でやってるの？まあね、でも近くに姉貴がいてさ、元嫁が出てってからは子供たちのことをお願いしてたんだよね。でも、この前言われちゃったよ。ほら、俺営業で忙しいだろ？それで任せっきりになっちゃってるから、そろそろいい人見つけたらって。確かに、実家との縁も切れてるから正直、姉貴としては俺と関わりたくないんだろうな。でもだからって、君と結婚して全部任せようってわけじゃないんだ。俺は君といたいから結婚したいんだ。ダメかな。そんな風に告白されたものの、私は悩みました。当時私は25歳で初婚ということもあり、子供連れの人との結婚に最初は抵抗がありました。しかも子供は10歳と5歳。新しいママなんて言っても懐いてくれない可能性があります。でも、ゆうこ、俺が今以上に仕事を頑張って、君と子供たちを幸せにするから。もちろん、子育てだって任せきりにしたりしない。養育費だって俺が稼ぐから安心して。と、何度も言われるうちに、正の本気度が伝わってきました。そして、とうとう私の方が折れました。正は営業マンということもあり、当時から口がうまく、私は毎回、自分だけに向けられる優しい言葉に惹かれたのです。私は両親をすでに亡くしていますが、祖父の兄だけ、かなりの高齢ですが元気にしています。正と二人で、この大叔父には結婚の挨拶に行きました。その後、夫と二人の連れ子、私での4人家族での生活がスタートしたのです。結婚を機に、夫は古いアパートから移り、一軒家に引っ越しました。結婚するにあたり、下の子がまだ5歳ということもあり、私は仕事を辞めて専業主婦になりました。優しい正のためです。ただ、やはり最初の頃は慣れない子育てに手こずりました。いきなり母親になったのですから。10歳の勝はあまり手がかからなかったものの、5歳のゆきは好き嫌いも多く、言うこともなかなか聞いてもらえないので本当に大変でした。買い物に行けば好き勝手に歩き回り、買ってもらえないとダダをこねます。子供ってそういうものなのかもしれません。でも、今まで人事だったことが自分の身に起こるとうまく対処できず、毎日疲れ果てました。でも、辛いことばかりではありません。マサルが、お母さん、僕テストで100点取ったよと言ってきたり、ユキが私の料理を美味しいと食べてくれたり、子供たちが懐いてきてくれるのと裏腹に悩みができました。夫の気持ちが冷めてきたのです。もともと夫は営業職で外回りが多かったのですが、昇進したことで営業先との接待も多くなり、いつも朝早く、帰りは遅くなっていきました。これ洗濯しておいて。今日ご飯いらないから。二人の会話は大抵はそれぐらい。夫婦というより家政婦扱いみたいな感じでした。そして休みの日になると接待ゴルフに出かけ、
たまに何もないかと思えばパチンコや競馬に行って一日を過ごしてきます。家のこと、子供たちのことは私に丸投げでした。それでも私は連れ子たちを一生懸命に育てました。高校、大学と無事に進学したマサルはともかく、ユキにはほとほと手を焼きました。中学、高校と夜街中をぶらついて補導されることが重なりました。夫に相談しても、任せてるんだからどうにかしろの一点張り。マサルもユキと反りが合わないのか、家にいても二人で会話することはありませんでした。それでも私は、やっぱりちゃんと話さないとダメだと思い、ユキを警察に迎えに行っては何度も二人で話し合いました。でもこれがきっかけで、ユキは父親や兄に言えない悩みをこっそりと打ち明けてくれることも多くなりました。私はユキが心を開いてくれたのが嬉しく、毎日親身に話を聞きました。そんなユキも無事に短大に進学しました。二人とも家を出て行ったので、38歳になった私は正社員として働くことにしました。実はユキは高校の頃から塾に通っていたのですが、その費用を出すため、私はパートで不動産屋の事務をしていました。というのも、夫がユキの塾代を出してくれなかったからです。夫は必要最低限の生活費は出していますが、他は貯蓄しようとせず、ゴルフや自分の遊びに行くお小遣いとして使っていました。塾代を相談すると、お前に任せているんだからお前がどうにかしろと言われるだけでした。そこで私はコツコツとパートをして長女の塾代を出していたのです。そんなパートも3年になり、勤め先からは正社員にならないかと言われていました。仕事の合間に宅建にも合格していました。夫にも相談しましたが、好きにしろと言われたので、正社員として働き始めました。もちろん、夫には今までのパートと違って勤務時間が長いので、帰りが遅くなることや、今までのように家事ができなくなることも伝えてきました。しかし、私の話など全く聞いていなかったようです。帰宅すると、おい、俺のご飯はまだかなんて、早く作れと言ってきます。遅くなることは言ってあったでしょ？それはお前の都合だろ？家のことはちゃんとしろよ。子供がいなくなったからって家のことをおろそかにするなよ。はぁ？たまに家にいるかと思えば、私のことは家政婦扱いで自分では全く動こうとしません。私たち夫婦の関係はすでに冷え切っていたのです。そんなある日、息子のマサルが久々に帰ってきました。マサルは今、父親と同様、営業職をしています。会わせたい人がいると言って連れてきたのは彼女でした。リカという可愛らしい名前の彼女は20代前半です。メイクをバッチリしています。マサルは、俺、この子と結婚する。と私たち夫婦に向かって言いました。結婚の挨拶に来たにしては、リカの服装は派手めです。え？私はびっくりしましたが、夫は、どこでこんな可愛い子捕まえたんだ？なんて興味津々です。話を聞くと、どうやら二人は半年ほど前にマッチングアプリで知り合って意気投合し、付き合っていたようです。そしてなんと、リカは妊娠していると言います。じゃあ、リカのご両親にきちんと挨拶をしないといけないと思いましたが、リカは家族と絶縁していると言います。だから、お母さん、私、家事とかあんまりわからなくて、教えてくださいね。可愛らしく言ってきましたが、それを遮ったのはマサルでした。何言ってんだよ。お前は妊娠中だろ？家事はすべてお母さんに任せとけばいいんだよ。は？どういうこと？ほら、これから子供が生まれてくるだろ？俺のアパートじゃ手狭だし、この家に戻ってこようと思って。ユキも出てったし、部屋は余ってるだろ？この家、古いけど部屋だけはあるから。リカは夫の方を見ながら、突然お願いされても困りますよね。と、こびるように言いました。それを聞いた夫は照れながら、
まあ、いいんじゃないかと言いました。私に向かって、お前も子供たちが戻ってきたと思えばいいじゃないか。なんて軽い感じで言います。マサルも、お母さんお願い、なんて手のひらを顔の前で合わせて言ってきます。まあ確かに突然ではありますが、妊婦さんをマサルの小さなアパートに住まわせるのもよくありません。そのため、ひとまずはマサル夫婦の同居を受け入れたのです。私はふと気になったことをリカに尋ねました。ところでリカさん、今何ヶ月なの？多分2ヶ月目かな？とリカは考えながら言いました。じゃあ、もうちょっとで2ヶ月目なので、まだお腹が出ていないのも当然か。その時は納得しました。それから、マサル夫婦との同居がスタートしました。マサルは仕事に行き、リカは家にいるのですが、本当に何もしません。私が仕事から帰ってきても、お母さん、今日のご飯は何です？私、足痛くって、お風呂掃除まだなんですよ。と、しれっと、悪びれもせずに言います。まあ、体調が悪いのは仕方ないので、私だって何も言いません。それで夕飯に野菜炒めを出せば、私野菜苦手なんです。お腹の子のためにももっとお肉をがっつり食べたいな。なんて厚かましいことまで言います。でも、リカさん、それを言うなら、お腹の子のためにバランスよくいろいろ食べた方がいいんじゃない？と私が言えば、夫は、なーに言ってんのよ。リカちゃんが食べたいって言うんだから、今度はすき焼きにでもしてやれ。なんて言います。マサルも、そうだよな。やっぱ肉だよ、肉。なんて二人に賛同しています。この同居によって私の家事の負担は一気に倍増しました。洗濯は2倍。食事においてはリカは好き嫌いが激しく、夫やマサルもそんなリカに甘く、いつも私の用意する食事に難癖をつけてきます。それなのに夫もマサルも増えた分の食費を出そうとは一切しません。マサルに至っては生活費を全く入れず、性格も夫に似て横柄になってきました。これ、洗ったらアイロンかけといて。リカがあのお菓子好きだから買っといて。リカはずっと家にいる分、もっと細かい要求をしてくるようになりました。お母さん、私なんだか甘いもの食べたくなっちゃった。でもちょっとお腹が張るんで買ってきてもらえます？バニラ味じゃなくてチョコ味が良かったな、お母さん。そろそろ私の好みを覚えてくださいよ。今度はしょっぱいものあります？なんて平気で言います。ある日は体調がいいのかゲームしていたので、お散歩ついでにお使い頼んでもいい？と聞くと、何言ってんですか？体調悪いから出かけないでゲームしてるんです。お母さんの方こそ運動不足みたいですよ。自分で買い出しに行った方がいいんじゃないですか？は？最近はリカの物言いがかなり強くなってきました。そんなことが続いたある日、私はいつもより帰りがちょっと遅れました。それで家に帰ると、リビングの方で賑やかにしているのが聞こえました。私、お母さんとのやりとり疲れちゃう。と、リカが言っているのが聞こえました。え？私は思わずドアを開ける手を止めて聞き耳を立てました。だって、ちょっとは手伝ってとか、散歩してきたらって毎日のように言うんだもん。そんなのうまくはぐらかしとけよ。機嫌よくさせとけば何でも言うこと聞くんだから。と、マサルが言うのが聞こえました。さあ、あいつはさ、家事だけはバッチリするんだから。ほんといい家政婦だよ。とりあえずうまくおだてて全部させとけばリカちゃんも楽できるよ。と言っているのは夫です。そんなお父さん、それ家政婦扱いじゃなくてもう奴隷扱いみたいになってますよ。なんてリカがゲラゲラ笑っています。私はショックで指先から血の気が引いていくのを感じました。夫とは冷え切っていましたが、マサルにまでそんな風に思われていたなんて。しかも二人して、リカが何もしないのを分かった上で、家のことを私にすべて押し付けていたんです。
この家にとって私は何だったの？家政婦？奴隷？三人の会話はまだ続いています。それにしても、いつまで妊娠していることにするんだ？と夫が言います。え？私はびっくりしました。お前らの家賃が浮いた分、遊ぶ金ができたのはいいが、騙すにしても限度があるだろう。だって父さんが先に言ったんだろ？そういう設定にすれば、とりあえずすぐに同居できるんじゃないかって。そうですよ。お父さんの案じゃないですか。だって、すぐに前のアパートを出た方が、お前らが家賃が浮くって言ったんじゃないか。俺も新しいゴルフクラブが欲しかったから、小遣いが必要だったんだよ。でも、妊娠って期間があるから、いつかはバレるだろ？その時は流れちゃったことにすればいいんじゃないですか？と言ったのは理科です。つまり、理科の妊娠は同居のための狂言でした。同居すれば、今までのマサルのアパートの家賃が浮くので、それで遊んでいたということです。確かにマサルは働いていますが、家賃も生活費も全くうちに入れていません。つまり、手取りをそのまますべて娯楽に使っているというわけです。そしてそれを提案したのが夫だったなんて。今思えば、夫も昇給したわけでもないのに、趣味のゴルフクラブが増えたり、マサルやリカも休日は赤ちゃんが生まれる前に、などと言って日帰り旅行などによく行っていました。私はそのままリビングに入っていく勇気がなく、静かに家を出ました。そしてユキに電話しました。ユキはすぐに電話に出て、一通り話を聞いた後、バレちゃったかとつぶやきました。え？ねえ、お母さん、ちょっと出てこれる？ちゃんと話した方がいいと思って。と、ユキが言うので、ファミレスで待ち合わせをしました。お母さん、大丈夫？私はユキの顔を見た途端、安堵から涙が出てしまいました。ユキは私が落ち着いてから、実は、と言って話し出しました。私から見たら、マサルは優等生で手のかからない子でしたが、実は前々から私のことをよくは思っていなかったようです。夫の私に対する扱いを見ては、まるで家政婦と陰で言っており、私が買い物などでいない時には、一緒に私の悪口を言っていることもあったそう。ユキはそんな父と兄の姿に耐えきれず、家を出て補導されていたそうです。でもユキはいつも何かあった時に駆けつけるのが私だったことや、塾に行かせてくれたことから、私のことを信頼してくれたそう。これを聞き、私はユキに今まで一人でいろいろと辛い思いをさせて悪かったと言いました。ユキに、今までごめんね。これからはお母さんがどうにかするから。と言いました。私はユキと別れ、家への道を歩きながら考えました。偽りの結婚生活はもう続けられません。幸い私には仕事もあります。だから離婚自体は構わないのですが、あの人たちと決定的に決別するためにはどうしたらいいでしょう。なんだ、簡単じゃない。ちょっとワクワクしてきました。2ヶ月後、この日は全員が休みで家にいましたが、リカはまたもや私のことを奴隷扱いします。お母さん、私リビングにいるので部屋の掃除しといてくださいね。それと、お昼はラーメンがいいな。と。は？いいね。出前でも取っちゃう？と、マサルが乗ってきます。その食費は誰が出すのかしらね。と思いながら、私は計画実行スイッチを押すのでした。ねえ、エリカさん、もうお腹の子は何ヶ月になったの？そろそろ6ヶ月くらい？そうですね。多分それくらいですかね。ねえ、ちゃんと検診には行っているの？なんかいつも家にいるみたいだけど、病院には行っているのよね。え？検診？もちろん行ってますよ。お母さんが仕事に行っているときに。それならいいけど、順調？はい。それもこれも全部お母さんが家のことを完璧にしてくれるからですよ。母さん、突然何なの？と、マサルが割って入ってきました。
だって、リカさん全然体型変わらないから、お腹の子が大丈夫かなって。そういうのがリカのストレスになるんだよ。余計なこと言うなよ。ついにマサルが怒り出しました。それを聞いて、夫まで部屋に来ました。おい、大声出してどうしたんだ？母さんがリカの妊娠についてとやかく言うから。お前、そういうことに口出すんじゃない。はあ、そっか。お前、産んでないもんな。だからわからないんだろ。と、夫まで切れ始めました。でも、切れた理由は、同居の理由を疲れたからに違いありません。夫の怒鳴り声はまだ続きます。マサルもユキも俺の連れ子だからな。こいつには妊娠ってのがわからないんだ。と。は？私は私なりに、マサルとユキに愛情を注いできました。仕事や遊びばかりの夫より、よほど実の親らしかったっていうのに何を言っているのでしょう。でも、夫の暴言を受けて、リカがぽつりと言いました。偽物の母親ってことね。偽物って、リカさん、そんな言い方ないんじゃないの？だって本当のことでしょ？はあ、なんかもうお母さんとのやりとりが毎日面倒だったんですよね。でも偽物ならいらないか。そしてリカは私のことをきっと睨んで言いました。じゃあ、もう偽物の母親は出ていけ。旦那やマサルは、そんなやりとりを面白そうにニヤニヤしながら見ています。おそらく二人は、私が誤って折れると思っているのでしょう。でも、そうはいきません。私ももう我慢の限界です。はい。偽物の母親、出ていきます。え？と三人。ただし、あなた方もね、この家にいたくても無理よ。え？何言ってるの母さん。どういうこと？冗談？と、マサル。この家の名義は私だからね。私の両親が残してくれた家でね。古いけど結婚当時、あなたたち親子3人はお金がなくて、ボロアパートに住んでいたでしょ？だからこの家に引っ越してきたのよ。お父さんはわかってるわよ。そう言うと、夫とマサルはうろたえ始めました。でも、お母さんの名義ってことは、俺にも何かしら権利があるんじゃ。とマサルが言うので、私は言ってやりました。残念ね。あなたたちと養子縁組してないから。しなくて本当によかった。こんな一家に何か残すなんて耐えられないもの。何？ちょっと頭に来て言ってみただけだろ？なあ、少しばかり喧嘩したぐらいで出ていけはないんじゃないか？と夫が態度を変えてきました。リカちゃんも冗談で言っただけだって。と私の機嫌を取ろうとしてきました。そうだよ。ほら、リカだって妊娠中だし、イライラしてるだけだよ。そんな妊婦に出てけなんてひどいよ。とマサルが言うので言ってやりました。リカもニコッとして、お母さんごめんなさい。ちょっと私情緒不安定で。なんて言い訳を始めました。じゃあ、リカさんはもともと情緒不安定ってことかしらね。え？とリカが言うので、本当は妊娠してないの、バレてるのよ。と言いました。え？あなたたち3人で企んで、そういうことにしたんでしょうが、だいぶ前にバレているからね。でも、いくらなんでも家を売るなんてひどいじゃないか。はぁ？私を騙していたのはひどくないの？それに、私のこと家政婦扱いしていたわよね。リカさんなんて奴隷とまで言っていたわ。え？私はこれ以上、家政婦も奴隷になるのも嫌なので出て行きます。家具とかは明日にでも業者が来るから。不動産の手続きも進めているから、1週間以内にはあなたたちも出てね。それじゃ。私はそれだけ言って、すでに用意しておいたボストンバッグを抱えて家を出ました。あの家にはいろいろな思い出が詰まっていますが、おそらくただ離婚しただけでは、彼らとの縁は完全に切れません。そこで私は2ヶ月前に家を売却することを決めたのです。家は結婚前から私の財産だったので、離婚したとしても
財産分与の対象にはなりません。つまり、家は私だけの財産。そして、手続きが終わるまでの仮住まいとなるマンスリーマンションはすでに手配済みです。不動産屋に勤めているので、そこは抜かりなくすぐに用意できました。実は必要な荷物もちょこちょこと運んでいたんです。あとは彼らが出た後に売却を済ませるだけ。そして夫とはもう会いたくなかったので、弁護士を通して離婚の手続きをすることにしました。電話が何度もかかってきたので、彼らの番号はすべて着信拒否に設定しました。その後、夫は家を出てから、とりあえず一人暮らしをしていたようですが、ギャンブル癖が抜けず借金を作ったようです。さらに聞いた話では、マサル夫婦は二人で暮らしていたものの、リカは家事ができずに喧嘩が絶えないそう。私は唯一血のつながりのある大叔父を訪ねて、事の次第を報告しました。元夫と一度挨拶に訪れましたが、夫は小さな平屋の印象しか持っていなかったでしょう。実は夫が見たのは敷地の一角に立つ離れだけでした。地方の名士である大叔父は、一人になってから使いやすい離れに移り住んでいたのです。大きな本宅は別荘として貸し出したりしていましたが、今は誰も住んでいません。大叔父はいずれ私のものになるのだし、今から住んで構わないと言ってくれました。なぜ夫に邸宅のことを話さなかったのか。私もどこかで保険が欲しかったのかもしれません。この邸宅から車で通える不動産会社の支店があり、私はそちらに移ることができました。仕事を続けながら、休みの日には庭でガーデニングなどをしてリフレッシュしています。将来の相続税は不安ですが、家を売ったお金も残っていますし、仕事の知識を活かしてこの豪邸を活用してやろうと考えています。ある日、何気なくテレビを見ていたら、詐欺の受け子が逮捕されたニュースをしていました。何気なく見ていたら、マサルとリカが容疑者として実名報道されていました。二人は簡単に遊ぶお金が入ると思って犯罪に手を出したようですね。育ての親である私としても何とも残念なことです。一方で喜ばしいこともありました。それはユキです。ユキとは連絡を今でも取っており、この前の電話で今度会わせたい人がいるということでした。私のことを実の母親のように信頼してくれたユキには本当に幸せになってほしいと願っています。I'm pregnant with your husband's child, so please take the child and divorce me. Huh, I'm not good at tables. I was surprised when my husband's childhood friend came to my parents' house. But what she said was even more surprising. I'll tell this woman who stole my husband everything. You'll be the one who'll be the most surprised. My name is Kanako. I'm a 28-year-old housewife. I'm currently in the 3rd grade. Being a full-time housewife for the first time in my life is a bit boring, but I've decided to take it easy since that's almost over. I was worried about my pregnancy until I entered the stable period, but I'm relieved to see my child Echo growing up well. My husband works from home a lot, so he helps out quite a bit. He's really only helping so much, but it's reassuring to know that he's there in case something happens. However, there's something that worries me when I'm at home all the time. It's my husband's childhood friend, Yuka. We live in an apartment close to my husband's parents' house, but Yuka comes every time I refuse. Yuka, 29, is a self-proclaimed housemaid who lives a carefree life at home, apparently to kill time. Hey there! She'd suddenly show up, saying she was bored and coming to visit. Apparently, when I was working outside, she'd secretly come to my house when only my husband was there.
When I found out, I was furious and confronted my husband, but he replied with a troubled look on his face that he didn't want to be misunderstood. Of course there would be misunderstandings. It would be strange if there weren't misunderstandings, since a man and a woman were spending time in the same room. And if he had kept quiet, it would have been extremely suspicious. But my husband insisted that he had done nothing wrong, and when it was discovered, he apologized profusely. There was no evidence, and since he seemed to be remorseful, I decided to forgive him at that time. She didn't show up for a while after that, but she started again recently. It happened after I joined the third ball. She said that it's reassuring to go when my wife is there, knowing that nothing is going on. They meet secretly and secretly, which leads to misunderstandings. So why don't they just meet openly? That's the mysterious theory. My husband also mysteriously agreed, saying, "That's true." I had a lot to say, and I told him to think about my stress, but he said he was busy with work and that if Yuka did the housework, it would reduce my stress. Then I'll use my time. I thought about doing it until I stopped getting tired of it, like a wicked mother-in-law, but she said that if I asked Yuka to clean up after dinner, I could do it, but if I did, I would definitely break 3 plates. I asked her if she could do the shopping, and she said she could buy me chocolate, and I would go get some drinks and snacks. In the end, I ended up doing it. I don't really need to do the laundry. I can't trust my underwear to someone else. Cleaning. If I asked her with my eyes if she could do that much, she would say I could live without doing that. She laughed and pitied me. She's completely useless. People who don't work are just a nuisance. I told my husband that I was getting stressed out, but he said that talking to someone would help me change my mood, and he lightly told me again. What kind of change of mood would it be? Moreover, even though I work from home a lot, my husband is sometimes away on business trips. If my husband isn't home, Yuka probably won't come either. At first, I thought so, but I soon realized that I had underestimated her. It must be lonely being alone. I'll stay with you. That's what Yuka said before she showed up. I couldn't bring a dumpling into my house. Even so, just the fact that she showed up was stressful. Oh, I can't take it anymore. When the doctor told me during the prenatal checkup that my stomach was a little bloated, I decided to go back to my parents' house early. I had originally planned to give birth at my parents' house, but I ended up moving up the date. When I told my husband about it with my parents' permission, he readily agreed, saying, "Oh, that sounds good. Let me tell you, don't let Yuka into the house while I'm away." Even though we know we haven't done anything, the people around us won't see it that way. If you break your promise, yes. I'll divorce you. I won't. My husband shook his head in a panic. From now on, I have no choice but to trust my husband. Although I am anxious, the baby in my womb is more important than anything else, so I decided to go back to my hometown. Take it easy and rest up. That's what my mother told me, and the environment at my parents' house is the best. Just without Yuka, it's so stress-free. It's the best before and after. I don't have to clean or do anything. Is this heaven? However, it doesn't mean I'm not anxious about leaving my husband alone at home. I started calling him regularly every night. At first, my husband would answer the phone properly, but gradually he stopped. He doesn't answer again. How many days has it been today? Aren't you worried about your health and the baby in your womb? I was filled with frustration and anxiety as my messages were not read.
And then, as the day finally approached, my husband finally answered the phone for the first time in a while. Oh, he finally answered. Why aren't you answering the phone? I'm sorry, I've been busy. Right after he said that, I heard a voice asking, "Where's the towel?" What was that voice just now? Oh, it's my mother who came to help with the housework because she was worried about me being alone. Don't hang up because your mother is calling. Oh, wait a minute, she hung up without listening to my words. The voice just now was a woman. It was definitely a young woman's voice. It wasn't my mother-in-law. Remember that when that old man is done. If I wasn't in this situation, I would have gone home right away and confronted my husband, but if I can't do that because I'm in my last month, then I'll do what I can now and tap on my phone. A few days later, the day after my due date, I gave birth to my son. After 10 hours of struggling with the pain, I was more moved by the birth than by the excitement of giving birth. To be honest, I think there are many mothers like me. I wonder what my husband was doing while I was struggling for so long. Did he hold my hand and encourage me? No, he didn't. If my husband would have done something so heartwarming, I wouldn't have gone back to my parents' house so early. When I told him I was in labor, he sent me a message saying to contact me when the baby was about to be born. Who would have thought of contacting him when the baby was about to be born? Even though he said he would take time off work to rush over when the baby was born. In the end, my husband only showed up after my mother contacted him after the baby was born. Man, he was sooner than I thought. My husband smelled of alcohol and perfume as he said he had been working. The woman's can kick in. It definitely wasn't work, but I was in no position to question my husband. I was completely exhausted and tried to recover my strength while I was in the hospital. Even when my husband and in-laws came to visit, I was mostly sleeping. My memories are hazy. After that, I was discharged from the service and returned to my parents' house. Several months had already passed since I moved out of the apartment I shared with my husband. Now, I was feeling a little better and was ready to start raising my child, so I rolled up my sleeves, but then a storm gathered around me as I was getting ready to raise my child. Kanako, your friend is here. My mother called me over and said that 3 days after the service. I had just changed my baby's diaper and was feeling happy as I watched my baby sleeping soundly. Who's your friend? I have a lot of friends who know me and who know my family home. But I was headed to the entrance, wondering if there was ever a friend who would show up so rudely out of the blue. Huh, Yuka? There she was, a complete stranger, not even a friend. Yuka, my husband's childhood friend, was standing there. How did you know where my family home was? That's what I was told. When I told her I wanted to give her a baby gift, she told me. Why did you leak my personal information without permission, you bastard? Don't you understand that to my husband, he's just a childhood friend, but to me, he's just a stranger? I was burning with anger towards my husband, who wasn't here at the moment. It was right after that Yuka said something that added fuel to my fire. Hey, I think I'm pregnant. It's just a baby. Huh? I couldn't respond right away because it was so sudden. What do you mean? Oh, sorry. So, your husband, Ta, and I are in a relationship? Are we in love? We're in love. Yes, she just said she had no use for a woman who would leave her husband and go back to her parents' house. That's not true. I repeated what she had said, looking stunned.
Then she told me plainly, you take care of the child and get a divorce. I'm your mistress now, but your love is mine now. You'll remarry me, quote. At that moment, I finally looked up from my downcast face and looked at her face. I tilted my head at her triumphant expression. You're my mistress? I don't know how she misunderstood that, but Yuka nodded happily. That's right. It seems like she just loves me too much. Cheating isn't a sin. It's your fault for not being loved by your husband, and I don't care about the Duke of cheating. But more importantly, were you your mistress? Huh? When I asked her to confirm, Yuka made a blank face. She looked like she didn't understand what I was talking about. What? Reality? You can't accept reality? I ignored her as she said this in a puzzled tone and picked up my cell phone to call my husband. Okay, let's get started with Shiraba. My husband answered the phone right away, and when I told him about Yuka, he rushed over to my parents' house. The three of us sat face to face in the living room. By the way, I asked my mother to take care of the baby. What's going on? When I saw my husband, he turned pale and started making excuses, saying he just did it on a whim. What are you talking about, Tadano? You said you loved me. Yuka, be quiet. When I told him straight, he was overwhelmed by my passion and fell silent. I thought he was cheating on me, but he got one of them pregnant. You're not having a child with someone else, are you? Huh? It was Yuka who raised her voice again at my words. I glared at her, but this time she couldn't stand it. One of them? What are you talking about? This guy was cheating on me with multiple women. Huh, Yuka, at my explanation of the facts? No, Yuka's eyes widened. That's right, you. Huh, no, I wonder. Are you just going to pretend you don't know? I was exasperated by my husband wandering around without making eye contact with me, so I handed him a large, thick envelope. He looked at it suspiciously. This is evidence of infidelity. I thought it was suspicious, so I hired a detective. No way. That day, when I heard a young woman's voice on the other end of my husband's phone, I couldn't go back and confront him, so I hired a detective right away. And he came. You're amazing. You're cheating on him with a different person every day from Monday to Friday. You could have a daily TV show with a different assistant. Oh. And most of them go to hotels. How could you have that kind of money? Maybe the other person pays for it. Wow, you're the worst. What's so good about a guy like that? You were probably traveling with another woman under the pretense of being on a business trip. Honestly, you're a total jerk. Since there was no evidence, it was all just my hunch, but even though I just suggested it, my husband gave up with that expression. Hey, wait a minute. Yuka, who was stunned and unable to keep up with the sudden change, finally seemed to grasp what was going on and hurriedly barged into our conversation. He was seeing another woman from Monday to Friday. That's why he told me he could only do it on Saturdays and Sundays. Yeah. My husband looked away awkwardly when questioned, but then nodded as if he had given up. What's that? Don't mess with me. Are you going to get angry? But please don't forget. You're also an affair partner. You're just one of several. You told me I'd divorce my wife if you were the only one, so let's get married. You said you wanted to have a happy family with Yuka. Whoa.
What are you saying in front of our child? My husband was flustered by Yuka's revelation. That's interesting. When I glared at him, he panicked with a straight face. Is that not right? This is all Yuka's complete misunderstanding. It's just a delusion, and you and our child are the most important thing to me. It's my misunderstanding. Don't mess with me. Yuka, finally pissed off by her husband's remark, threw tea all over him. Please don't spill tea all over the living room. Her husband was surprised for a moment after the tea was spilled on him, but his expression changed immediately after. It seems he's pissed off. That's right. Don't say whatever you want when you're the one who made the mistake. You're definitely just playing around. Who would get serious about a woman who comes on to me knowing I'm married? What about the baby in my womb? Who cares? Question mark. I don't care either. They're both trash and having such a dirty conversation. I can't help but feel sorry for the baby in my womb, but what's the matter with you? You're taking forever to get divorced and you're acting all lovey-dovey about having a baby. Then I thought you'd get divorced and be with me when I got pregnant too. That's not the whole plan. Thank you for the explanation. You explained it in such detail that I wondered who you were explaining it to. So what do you think the point of lying about Yuka being pregnant was? So it was a lie. That's good. I'm so glad I didn't have an unfortunate child. A lie? That's enough. I'm breaking up with a lying woman like you. Kanako, don't worry. I'm going to stop cheating on you completely. From now on, I'll only care about you and the child. Let's create a happy family together. Huh? It's just impossible. Huh? No, why are you so dumbfounded? I was just stating the obvious, and I think everyone will be surprised. It's impossible. I'll tell my husband, who can't understand what I'm saying, straight out. I'm divorcing you. So what's the surprise in that? There was a moment of silence after a moment of indecision. Then the situation finally dawned on him. It's your fault, Yuka. You've always blamed others when things get bad. He started getting really angry at Yuka, and Yuka joined in. As expected of a childhood friend, it's nice to be able to say what you want to each other. I was thinking about such things while keeping the two of them warm in the training ground. In the end, things got out of hand, so I decided to contact my in-laws. When I explained the situation, Yoshi and Yuka's parents changed their minds and came to drag the two of them home. After that, my husband and I had many discussions with a lawyer, and the divorce was successfully finalized. My husband kept saying no, he didn't want a divorce, but he finally gave in when he realized that he couldn't get away with it because of the numerous pieces of evidence of infidelity. It was good that he absolutely didn't want a divorce. I knew all about the feelings of the people he had affairs with from Monday to Friday, so of course I demanded compensation. I was lucky to have a good detective. Apparently, some of the people he had affairs with were married, and because they didn't want their husbands to find out, they readily agreed to my demands and paid all the compensation. The problem was my ex-husband and the woman he had affairs with on the weekends, namely Yuka. I demanded compensation and child support from my ex-husband all at once. It was a relief that Yoshi paid on behalf of my ex-husband, who couldn't pay. She bowed deeply and said, "I'm sorry for this son of mine." Even with decent parents, idiots grow up. It really hit home that I have to raise my son properly. Apparently, people in the car found out that her ex-husband had an affair with multiple women while his wife was pregnant and visiting her parents, and people are looking at him with disdain. Even so, he still has to pay back his debts to his parents, so he's working even though he's tight-lipped. I've heard that he's been asked to pay the alimony in the middle of the night, but that doesn't matter.
Yuka also had her parents pay the alimony in advance. She kept complaining, but eventually they got angry. I was surprised when her parents saw that and made her hold her head down and apologize. Well, I was angry though. And then Yuka was kicked out of the house by her parents, who declared that they were going to cut her off. She had been living an elegant, neat life at home, so there was no way she could survive on her own now. Naturally, she relied on her ex-husband, but apparently they broke up after a fierce fight. To her ex-husband, it was really just a fling. I don't know what happened to Yuka, who apparently can't even work properly after a messy breakup and estrangement. I don't want to know, so it doesn't matter. As for me, I'm so busy raising my first child that I don't have time to think about my ex-husband or anything. My parents help me, but since he's my child, I try to look after him by myself as much as possible. I found a nursery school for him when he was about a year old, and I was able to return to work without any problems. Both work and childcare are tough, but what gives me strength is my son, who is growing up day by day. I will protect that smile no matter what. With that renewed determination, I will do my best today.